さあ皆様 YouTube チャンネル未来のご視聴いただきありがとうございます。本日2026年の4月、未来な新学年がスタートしました。イエーイ。未来なが生まれてから3年と9ヶ月が経ったんですけど、新学年がスタートしたっていうことで、今日は未来なの近況報告をしたいと思います。日本ではさ、4月が新学年がスタートする時の4月1日。イタリアも一緒？ No, in Italia la scuola comincia da settembre. あ、9月なんや。 Sì. その保育園とかも中学高校も全部一緒？ Sì, tutte le scuole, tutti i corsi di danza, di musica, qualsiasi cosa comincia a settembre. なんで9月なんやろな。てかそもそもなんで日本は4月なんやろな。なんか4月に桜が咲くからそれに合わせてみたいなざっくりしたイメージやったけ Un nuovo ど、 inizio, una nuova vita, ok? 日本は4月スタートでイタリアは9月と。この前のさ動画でさ、イタリア移住するかしないかみたいな話したけど、もしイタリア移住するとしたらそこもさ結構大切なポイントやな。 Sì, certo. それは面白い違いやな。固定概念で世界中が4月に学年っていうの上がると思ってた。 Penso solo in Giappone. 日本だけなんかな逆に。まあ、というわけで、ね、早速始めたいと思います。今日の報告は全部で4つかな。で1つ目は、言葉に関しての成長と、もう1つは生活の変化に関しての報告。3つ目は未来なが最近できるようになってきたことで、4つ目は習い事に関して今日は発表していきたいと思います。もっと早くさ喋ってね。わかる。まず一つ目は、言葉に関して。ほんまさ、なんか動画の中でもさ、ミライーナはさ、イタリア語をすごい喋れるようになってきたよ。日本語はもちろん。で、そのイタリア語が、なんか特にこの数ヶ月加速してる気がする。No, lo penso anch'io. Mi stupisce sempre. Di recente poi usa grammatica che... Ma veramente? 最近なんかママがさ、なんか感動してたフレーズあったよな。No. È una cosa molto facile, niente di speciale, ma me lo ricordo, te lo do. E usa due pronomi, me lo ricordo, te lo do. Per me è veramente... Ho insegnato italiano per tanti anni ai giapponesi, quindi lo so che cosa è difficile imparare. E i pronomi, soprattutto doppi pronomi, melo, telo, glielo, velo, cielo, era una delle cose più difficili. E lei lo usa così in modo naturale, così, me lo ricordo, mamma te lo do, non lo so, per me è incredibile. Comunque in generale le parole che usa tante parole che dico, ma dove le ha sentite? L'altro giorno mi ha detto, santo cielo! どこで学ぶんやろな、それ。 Penso dalla TV. ああ、そうかそうか。ディズニープラスっていうね、サブスクリプションうちやってるんで、それで全部ディズニーの映画をイタリア語で見てるもんな。そうか、それで繰り返し見てる間にいろんなフレーズを覚えてるんやな。すごいな。便利な世の中やな。なんか俺がイタリア語喋ろうとするときさ、頭の中でさ、こう組み立てて、私はねとかってやるやん。そんなんないもんな。一瞬でそら。すごいわ。Per te non è naturale dirlo, no? Non ti viene... Per lei è naturale. ちょっと Incredibile. ダディ危機感。Sì. もちろんさ、日本語もめちゃくちゃ上手くなってきてんねんけど、なんか日本語はもうさ、日常会話すぎてさ、なんか感動がなくなってきてんねんけど、多分すごいね、日本語も。そのバイリンガルとして今すげえ加速してる時やと。 Veramente. だからあと数年とかしたらマジペラペラやと思うよ、多分。 Speriamo. いいなぁ、羨ましいなぁ。 Direi speriamo. 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 イタリア語もすごい文の作りがしっかりしてきたっていうのが最近の報告ね。で、2つ目、生活の変化について、トイトレ、1年前とかの動画でも言ったら今トイトレをやってますみたいな。最近はほんまに夜しかおむつをしなくなったな。いっぱいかかってる、いっぱいかかってるからさ早くして。だから今寝る時以外は完全にパンツになってるな。もうトイレとかも今完璧に自分でやってるもん。 Sì, 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 adesso fa tutto da sola. すごいなんか成長を感じるで、トイレもできるようになったよな。あと生活の変化でいうとお昼寝。99% ぐらいの確率でお昼寝はしなくなりましたね。家ではせえへんねんけど、保育園でもな多分してないのよ今。してないみたしてへんよな、保育園でもな。もうずっと起きて遊んでるんやろ。い。ここには遊んでない。保育園で遊んでるやろ。遊んでない。遊んでないの。ベッドにいるよ。あ、ベッドにいるんや。あ、ベッドにいるけど寝へんねや。うん。でもさ、うん。お姉さんお兄さん寝てるの。あ、そういうことか。ベッドには行くけどお昼寝してないんか。
まあ、ただお昼寝せえへんっていうのはやっぱママとダディ的にはちょっとしんどいよな。 Sì. 特に土日な。なんか土日今まで、ミライナがだいたい1時間半ぐらい昼寝してくれてたから、その間こうダディはジム行ってリラックスしたり、ママはまあテレビ見てリラックスしたり、なんかその唯一のフリータイムがなくなったからな。 Non c'è più. うわすごっ、上手。さあというわけでね、3つ目、ミライナが最近できるようになったことっていうので、お絵描きと字を書くっていうのと、あと工作がほんまにすごくなってきたよな。ミラ、これみんなに見せてあげる？すごいよな。これも見せてあげる？このさ、ミライとかさ、ママは自分で書いたよな。 Sì. すごない？あ、未来ちゃんこれ。ミラが書いたよな。 Troppo brava Mirai. お絵描きと字を書くっていうのと工作がすごいできるようになってきたっていうね。いろんなそのミライナの制作物がたまりにたまって、あれどうしたらいい？ Non lo so. 世の中のお母さんお父さんはどうしてんのか聞きたいよな。なんか捨てるに捨てれへんよ。 No. なんか思い出とさ感動があるからさマジで手先が器用になってきた。さあというわけで4つ目、これがねすごい俺ら的には大きいかな。 Sì, sì. Un grande cambiamento per la famiglia. で4つ目は習い事をついに始めました。 Yay! イエーイ。これは結構ミライナが生まれた時からさ、習い事将来どうするみたいな話してて、 Sì, sì. でなんかあれやりたいこれやりたいとかもあってんけど、今年の4月から新しく2つのことを始めました。 Oh, bellissimo. 習い事は水泳と、イタリア語学校を始めました。イエーイ。まずプールを始めたな、ついに。なんかいろんな習い事の選択肢があった中で、俺の中でプールはダントツ1位やってんけど、ママはそう？ No, そうでもない？ no, non era il numero uno. あ、マジで？ Che in Italia non è così comune, ecco, così popolare. あ、そうなんや。 Sì. Perché non ci sono tante piscine, o almeno あ in Sicilia non ci sono tante piscine, quindi non è molto popolare come scelta, ecco. あ、 Cioè, そうなんや。 la più popolare per le bambine è danza. そうね。まあでもやっぱ泳げるようになるに越したこと Sì, ない sì, か sì, ら ma な。 io sono felice, io まあ俺も実際ずっと習ってたし。 sono contenta, fa molto bene, è lo sport più completo. Quindi. で実際さ、この前さ、ミライナプール初めて行ってきたやん。どうやった？ Non tanto bene. Mirai ha pianto per 45 minuti su un'ora di lezione. 理解はできるやん。やっぱ初めての環境で知らないお友達もいっぱいいて、まあ、知らない大人先生がいっぱいいて、まあ、緊張もあったやろうし、人見知りもあったやろうしで、もう大号泣しててな。1時間のレッスンが45分ぐらいはさ、もうずっとギャーって泣きながらもうプールから入れようとしててさ、もう俺ら心苦しくてさ、 Dice, voglio mamma, voglio Sì, sì. mamma. でも俺らはなんとかこう未来からこう隠れながらな、そのレッスンの様子を見てたんですけど、まあでも30分ぐらいしてちょっと落ち着いて、そっからすげえ楽しそうに遊んでたよな、みんなと一緒に。だからマジで泣いてた時はこれどうするみたいな、やっぱちょっと通わせるの無理かなとかってマジで思ってたけど、最終的にはミライナもプール通いたいって言ってくれたから正式にプールに通うことになって今通ってるんですけど、最初マジすごかったな。 Sì. ミラ早くさ泳げるようになりたいよな。頑張ろうぜ。はい、ナイス着手ベビーに飛んでいた。つぶったということで、プールはねまず一番最初に始めました。でもう一つ始めたこととしては、イタリア語学校にね通うようになりました。 Yay! プールと同じく大号泣やったよな。 Ha pianto tantissimo. Ha pianto. Però noi siamo rimasti con lei, quindi velocemente si è abituata, ecco. うん、プールにせよイタリア語学校にせよ初めて行った時はもう大号泣で、こんなに人見知りするとは思わなかったな。家ではほんまにすごい陽気やん。だからもっとみんなにいろんな人に対してオープンな感じかなと思ってたけど、マジで初対面の人に対して Per me era importante che Mirai andasse a scuola di italiano, perché appunto per avere qualcun altro con cui parlare italiano, avere amici che parlano italiano. Quindi sì, sono felice che ci sta andando. Che poi scuola di italiano non è che sono seduti ai tavoli e cominciano a scrivere e imparare la grammatica, no, adesso è come andare all'asilo, però con le maestre italiane, ecco. Quindi impara i giochi italiani, le canzoni italiane, quindi sono molto felice. Poi
fa amicizia con i bambini italiani, giocano in italiano. Mamma che carina. この前のさ動画でさ、ミライーナのイタリア語がちょっと心配っていう話ちょうどしてたやん。でその動画の後にイタリア語学校行った時にさ、全然そんなことなかったよな。 Veramente lei. Subito ha parlato in italiano, non ha mai usato il giapponese. Incredibile. どういうことなんあれ。なんかすぐ理解したんかな。周りがさこのイタリア人ばっかりの環境に行くと、俺だからすごいさなんかアウェーやったもん。やべ俺だけはこの空間の中でイタリア語喋れへんのみたいな。これからますますミライの成長は多分な早くなっていくと思うね。で来年とかまた全然ちゃうと思うで。どうする？ついていけんの？ 頑張りましょう。ミライナはますます元気になって喋るようになって、でお昼寝することもなくなったやん。だから俺らますますもう大変やで。Sì. 何この色に何の色になったでしょうか。何色だ。赤、ブブー。虹色、この色でした。ピンク、イエーイ。この色も混ぜたらこの色になりました。でも薄くないです。オッケめっちゃ薄いのです。 Voglio vedere bene. ちょっと待ってて。 Se prende spazio l'indifferenza, resta il silenzio di un condominio. さあミラ。ー。というわけでね、ますますねこれからの成長が楽しみなミライナ、ぜひぜひねこれからもね応援していただければと思います。というわけで今日の動画はねこの辺にしたいと思います。この動画ね面白かったという方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。そしてメッティミピアチェピーン。高評価の方もよろしくお願いします。でまた見てね。チャオチャ Ciao オ ciao. ラッポー。 Facciamo a pugni con la storia, si sa, noi del sud abbiamo corta la memoria. Se prende spazio l'indifferenza, resta il silenzio di un condominio anonimo. Porta pazienza al perbenismo, io preferisco il rumore della verità. Se togli spazio alla tenerezza, resta il silenzio di un condominio anonimo. Porta pazienza all'arrivismo, io preferisco il rumore della festa.